今、アメリカのバイデン大統領が広島ヘリポートに降り立ちました。首脳たちを迎える朝、降り続けた雨を広島の涙だという被爆者もいた。核兵器に頼る各国がその恐ろしさを知る建物へと入っていった。原爆資料館、ガラス張りの建物はその日白いシートで完全に隠されていた。時間にして40分。歴史的瞬間は終わった。雨は止んでいた。一歩一歩現実的な歩みを進めていきましょう。ウクライナ侵攻が続く中、平和のメッセージは発信できた一方、核廃絶への具体的な一歩は踏み出せなかった今回のサミット。今回のサミット全体を通じての閉ざされた向こうで一体何が話し合われたのか。史上初の被爆地サミットが決まったのは去年5月。広島は動いた。やっぱり百聞は一見にしかずですから、見ていただいて、それからそれぞれの国へ帰られてね、やっぱり核兵器というのは恐ろしいもんだと、ぜひとも帰られたらその国で拡散していただきたい。各国首脳の皆様には広島で被爆の実相に触れ、核兵器の存在そのものが大きな脅威であり、核兵器が使用される恐怖から逃れる唯一の確実な方法は廃絶しかないということを改めて理解していただきたいと思います。世界中で核兵器による抑止力なくして平和は維持できないという考えが勢いを増しています。一刻も早くすべての核のボタンを無用のものにしなくてはなりません。来年ここ広島で開催される G7 サミットに出席する為政者にはこのことを強く期待します。被爆地の知事と市長らは首脳たちの原爆資料館の視察、そして被爆者との対話を要望した。There was a flash, and everything turned to white. Oh, blinding flash! I couldn't see anything, and I couldn't. My brother came home. 被爆者小倉恵子さん、8歳の時、爆心地から 2.4 キロの場所で被爆した。They came to my area, almost dying. People came and they died in front of me, and the fire reached from the center part. Even this area, over 2,000 meter area, you know, this area was born. 広島市内で娘と2人暮らし。
被爆証言は日課となっている。ここにいくつも穴を掘って、とにかく亡くなった人何百なんですよ。何百遺体ってここに運ばれてくるの。これが亡くなった人たち。お参りなんかしてるかな。覚えているのは真っ暗闇で燃えていた近所の藁屋根。色とかね、その時のその音とかね。だってね、それからというもの、飛行機が怖くて、下から見る飛行機、どうしようもない、上から来るものってどうしようもないでしょ。幸い家族は全員無事だったが、心の傷となって残った。トラウマと差別への不安。結婚し主婦になった後も口を閉ざし続けた。英語が堪能だった夫薫さんは原爆資料館の館長も務め、広島を世界に伝えていた。しかし小倉さんが42歳の時に突然他界。亡き夫に代わり被爆者の通訳を始めたことがきっかけで、自らの体験も語り始めた。原爆を投下した爆撃機 B29 エノラ・ゲイの展示が始まった際には、被爆者団体の視察にも同行した。後ろの羽の方を見ただけでももう怖くて怖くて、こんなに怖いと思わなかった。もっと全然平気だと思ったけど、銀色の色見ただけでもう体が震えて、もう帰りたい。本当に腹の底からね、怒りはこみ上げてくるんですよ。それは8月6日にね、多くの人が亡くなってるんだからね、そのことを思ったらね、許せるわけにいかない。だから一言で言ったらね、ちょっと言葉悪いがね、こんちくしょうと、よくもやったな、そういう気持ちだったんですよ。多くの被爆者が亡くなっていく中、気づけば40年、小倉さんは毎日のように英語で証言活動を続けてきた。広島サミットまであと1週間。小倉さんは英語の話せる数少ない被爆者として首脳たちと対面する候補の一人とされていた。核兵器があるからでしょうね。なんかね、自分で不甲斐ないといつも思う。こんなのやっててもまだね、たくさんあるしね。あなたはどう思いますか？G7 で何が変わるかっていうのみんな期待してるでしょ。何が変わるんだろう、どうすればいいんだろう。世界中から5000人規模のマスメディアが集まる国際メディアセンター。開催地の文化や特産品を発信する拠点にもなっている。
サミット会場での取材は制限されるため、記者たちはこの場所で配信される映像を見ながら取材を行っていた。3日間で多くの議題を扱う G7 サミット。海外メディアの関心は様々だ。ドイツ公共放送テベセン記者は、ウクライナ問題と世界経済への対応について注目しているという。Kids or the young people in Germany, they are worried about their future. And not only with regards to their security, with regards to war and peace, but also with regards to climate change. How do you deal with those types of problems? And I think many young people in Germany hope that world leaders understand they can only solve those problems together and not against each other. メディアセンターの一角にはささやかな原爆展のブースが設けられていた。3日間のサミットが開幕。歴史的瞬間は初日いきなりやってきた。The Prime Minister waiting for several minutes, but I also wrote down a little bit my perception of how the President came across. You saw him walking. He looked a little bit tired, I would say. But I think they were chatting a little bit, so I marked this down because I want to put this into the reports that we will finish this afternoon. 最初に入った首脳から遅れることおよそ50分。いわば当事者である両首脳がレッドカーペットの先へ消えていった。首相はですね、アフリカから移住したインド系の両親のもとですね、イギリスでじっくりね時間かけて資料を見たり、それから被爆者の話を聞いたりしてもらいたいですね。悲惨な状況だった、それの展示とかシーンとかね、じっくり見てもらいたいですね。館内での視察を終え、外に出てきたのは40分後だった。いた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 。あ、説明いったかな。お、原爆による死者を弔う慰霊碑へと向かう。広島市の松井市長は碑文や原爆ドームに関する説明をしたという。過ちを繰り返しませぬからと、バイデンをはじめ7国の首脳はね、誓ったからにはその誓いを胸にサミットの会議に臨んで、ちゃんと誓った通りに実行してほしいと。特別な思いで見つめる人がいた。7年前
オバマ大統領を資料館で案内した前館長志賀賢治さん。現職大統領初の広島訪問。資料館滞在はわずか10分。ロビーに集められた数点の展示を見ただけだった。首脳たちの訪問を見守る。滞在時間はオバマの10分を超え40分となった。館内での滞在時間というのは私が経験した時よりは格段に違いますんでね、被爆資料のメッセージを受け止めていただくことは可能だったんじゃないかなとは思います。市民から切り離された平和公園で行事はおよそ1時間で終わった。資料館の様子は完全に非公開とされ、政府からは首脳たちは原爆資料館を訪問、展示内容の説明を受けて被爆者と対話し記帳したとだけ発表された。閉ざされた40分を知るはずの人は皆口を閉ざした。今回の視察、平和公園の視察については、公開と非公開の日程が設定されておりますね。それぞれのご事情があると思いますので、政府にお尋ねいただきたいと。はい、わかりました。そうですね。資料館で首脳らと面会したのはやはり小倉さんだった。でも自分が夢が叶ったっていうか、ずいぶん長い間広島で広島の現実を見ていただいて、そしてこの地から新しくメッセージを出したいと、広島から新しい核のない世界に向かっての一歩を踏み出してほしい。どんなふうに聞いておられて、資料館のどのあたりでどういうふうにお話をしたんでしょうか。私もお話ししたいところなんだけど、ここのところは言っちゃいけないという部分があるですね。お願いします。よろしくお願いします。皆さんの力を信じてます。ありがとうございました。芳名録には胸を震わせるような言葉が並んだ。広島と長崎の人々の恐怖と苦しみはどんな言葉を用いても言い表すことができない。しかし私たちが心と魂を込めて言えることは繰り返さないということだ。感情と共感の念を持って広島で犠牲となった方々を追悼する責務に貢献し、平和のために行動することだけが私たちに課せられた使命です。この資料館で語られる物語が平和な未来を築くことへの私たち全員の義務を思い出させてくれますように。世界から核兵器を最終的に、そして永久になくせる日に向けて共に進んでいきましょう。信念を貫きましょう。実現された首脳らの資料館訪問と被爆者との対話。しかしその夜、広島の悲願は落胆へと変わった。核軍縮に焦点を当てた G7 初の独立首脳文書である核軍縮に関する G7 首脳広島ビジョンをまもなく発出いたします。
広島ビジョンに盛り込まれたのは核抑止を肯定するような文言。原爆が落とされたその場所で核兵器は防衛のため役割を果たすとする宣言が発表されたのだ。G7 に向けていろんな要求を出したわけですね。その要望がほとんど聞き入れない、非常に残念です。とにかくあれを読みながらですね、私これ一体誰が書いたんだろう。資料館に行って78年前に起きたことをまた考えてみる、そういう機会もあったはずの人たちがああいう文章を書けるとは思わなかったです。私は大変な失敗だったと思います。翌日、このざまかよっていう、本当にまたかって思いましたよね。志賀さんは首脳たちが本館に行かなかったというニュースを見て記者に連絡してきたのだ。東館と本館からなる原爆資料館。見学者は1階の東館から入り、まずは3階へ。被爆前の街並み、そして一瞬で街が消えたことを表現するホワイトパノラマを経て本館へ。暗くなった館内で見えるのはキノコ雲の下の凄惨な光景。亡くなった子供たちが最後まで身につけていた衣服や遺品が生前の写真と一緒に並べられ、人々が苦しんで亡くなったという実感を見学者は体験する。こうした悲劇の品と静かに向き合うスペースとなっているのだ。本館をずっと、順路に沿って、歩かれたんだろうなと思い込んでたんですが、どうもそうじゃないみたいで、もう一瞬なんですけど G7 のことに対しての関心が一挙になくなっちゃって。終戦から10年、1955年に開館した原爆資料館。世界各国から指導者たちが訪れ、その様子は公開されていた。日本の学校というのは木造ですから、それはほとんど即死です。47名ぐらい。案内するのは館長たちの仕事。広島市は被爆の実相を伝えるためのプランを作り、世界の為政者に広島訪問を呼びかけていた。原爆資料館の視察は30分、被爆証言を40分聴講するとしている。2008年、初めて核保有国の現職首脳クラスが訪れた。全身だらけの女性がいました。上半身の皮が全部まくれて赤身がむき出しになっている男性がいました。資料館にはおよそ1時間滞在。元館長で被爆者高橋明弘さんの証言に10分間耳を傾けた。それが終わって出るときにペロシだけが寄ってきて、ミスター高橋バズって言ったのかな、ビューティフルって
私に言ったのですね。ああ、やっぱりそういう見方をしてくれたんだと思って、それは嬉しかったですね。そして2016年 G7 外相会合では核兵器のない世界を掲げたオバマ政権のケリー国務長官が来館。視察は当初の予定30分を大幅に超える50分。予定になかった原爆ドームにも急遽足を運ぶこととなった。This was a display that I will personally never forget. I don't see how anyone could forget the images, the evidence, and the recreations of what happened in August 6, 1945. I will certainly convey to him what I saw here and how important it is at some point to try to get here. 資料館は確かに歴史を動かしていた。サミットの前日から原爆資料館は休館していた。年末の2日のみ休館し、元日も休まない資料館。丸3日にわたる休館は異例だ。締め出された記者たちは78年前の惨劇に触れようと被爆者のもとへ足を運んでいた。広島でどんなことになったのか、そこを捜査に見る、自分のものとして受け止めることをしない限り、この問題は解決に向かわないではないかなという気がします。Russia has implied that it might use nuclear weapons in Ukraine. 取材の内容は自国に向けテレビやラジオなどで発信されたという。今から平和公園さ。いやもう平和公園も今日は入れないけども、今日の昼から多分交通規制がもう資料館を全部今日カバーしてるみたいですね。でそのカバーしたことが気になるんですね。なんでカバーしないといけないのか。あとはその一切取材が入れないんですよ。いやだから取材が入れないこと自体は基本的におかしいんじゃないかと思うね、やっぱりね。資料館に行くけど、代表取材もなしっていうのが。いやもちろんそうですよ。ねそれがね。だけど一人一人の首脳がどう受け止めてかった表情をね、あるいはメッセージをどう発信したかということを伝えることが必要なんだって。全てを隠してしまうというのはね、どう思った時にね。終わった時はそうでしたからね。被爆地にやってきた世界中のメディアは広島に触れることができたのだろうか。 G7 首脳たちによる資料館での40分が取材で明らかになってきた。順番に到着した首脳たち、全員が揃うまでの間、去年の原爆の日の平和宣言の英文が配られたという。被爆者の声を引用し、核抑止力からの脱却を読み上げた文書。全員が揃うと、地元の首長や資料館の館長を残し3階へと上がっていった。関係者によると、3階には10以上の展示物が運び込まれ、岸田総理自らが説明していったという。茶色く焼けて歪んだ三輪車、ちぎれた学生服。首脳らの表情は険しく、厳粛な空気だったという。小倉さんは英語で被爆証言し、12歳で亡くなった佐々木禎子さんの折り鶴の話を語った。質問をした首脳もいたという。
このゴムがずーっと貼ってあるんです。それで空気を遮断してあるんです。でこの中に調湿剤薬品が入ってですね、ただキャスターがついてるわけじゃないですからね、それを持ち上げるっていうのはできるのかな。美術品のように保管されている被爆遺品。志賀さんによると三輪車はレプリカもあるという。でこの衣類は乗せてあるだけなんです。だから摩擦で落ちないようになってるんです。でピンでもすると傷めますからね。だからハラハラしながらこういう写真はそう簡単に外せないと思うんですけどね。全く展示の流れから切り離して展示してあったいくつかの被爆資料だけを動かしてっていう、それはちょっと同じようにスタッフの心中を考えると腹立たしかったんじゃないかと思いますね。だからそうすることによって何の意味があるんだろうかっていうことをむしろ不思議に思ってしまいました。順路に沿って見学し、ようやく被爆の実相は伝わる。そう考え展示を検討してきた。本館なき原爆資料館は首脳たちの心を動かすことはできたのだろうか。首脳たちは原爆資料館をどのように見るのか。サミット前、過去に資料館を訪れたことのある複数の大使に話を聞いた。La visite du musée est un moment très impressionnant et très émouvant. Donc on ne sort pas là, on ne sort pas du musée, je dirais, totalement indifférent. 3年前に着任したフランスセトン大使。去年の平和記念式典やサミット前の視察でも資料館を訪れた。Il fera la visite comme un chef d'État, mais comme un homme simplement. Et je pense que ça pourra le conforter dans les objectifs que la France défend de non-prolifération et de désarmement. カナダのマッケイ大使は日本の高校に留学していた時、初めて資料館を訪れた。その後も複数回見学したことがあるという。学校の教科書ぐらいのその広島の歴史を一応していたんですけれども、実際にそこに行かないと本当に分かんないんですよ。でも一生その思い出が続きますので、リーダーとしての政策を作る時に影響は続くと思います。核兵器の政策に影響を与える可能性。日本政府関係者によると、ホワイトハウスの中には原爆資料館に行くことは核抑止にとってマイナスになるという声もあったという。何を見せたくなかったんだろうか、むしろそっちの方を考えてしまいますね。だから
見せることによって何か考えの変化が起きると恐れてたのか。でもそれだったらむしろ望むべきことですよね。資料館の役目からすれば。そこがわからない。なんか不思議でしょうがないですね。岸田総理は被爆の実相をどのように伝えようとしていたのか、サミット直前に聞いていた。資料館の場所が大事じゃなくて、資料館の中身が大事です。その世界のリーダーの心に被爆の実相が届くように、どうあるべきなのか、日本側としてはそういった観点からギリギリまで調整をしていきたいと思っています。サミット1週間前には公務の合間を縫って広島に戻り、閉館後の資料館を訪れた。G7 だけでも EU も含めて多くの国々が参加することになります。そういった国々においてはさまざまな考え方や立場があります。そして時間が限られている、これはよほど工夫しないとですね、その資料館の思いとか資料館の中身は伝わらないのではないか、そういった点でいろいろ工夫がいるということは今感じております。資料館を見てもらうための工夫は配慮となってしまってはいなかったか。少し潮も引いているのかなというようなことがあります。はい、今首脳陣をこれだけの時間を取るんだったら平和公園でもっともっと時間を取るべきだと思いますよ。資料館の重みを考えるときにそのことが吹き飛んでしまったんじゃ意味がないと言いましょうかね。そこをどこまで被爆者が話をしたのか、そしてそれをどう受け止めたのか、まさにそこは完全にシャットアウトしていますのでね。だから首脳の思いというか、受け止めた時の思いであるとか表情とか、これ全くあえて見えないようにしていますから、なぜそこまでしなきゃいけないのか、外務省を通じて公表することはないんでしょうけれども、ぜひそこのところははっきりと多くの国民に分かる、そういうふうな公表をしていただきたいと思います。ゼレンスキー大統領が広島空港に到着しました。多くの報道陣がカメラを向けてテレビ画面を注視しています。ウクライナのゼレンスキー大統領を乗せた車列が G7 の会場である宇品島へ到着しました。沿道には多くの警察、報道陣、そしてゼレンスキー大統領を一目見ようと多くの住民が集まっています。住民からは拍手も沸き起こりました。サミットは西側諸国の結束を強調し、会議の日程を終えた。無双と理想は違います。理想には手が届くのです。我々の子どもたち、孫たち、子孫たちが核兵器のない地球に暮らす理想に向かって、ここ広島から今日から一人一人が広島の市民として一歩一歩現実的な歩みを進めていきましょう。それでは以上をもちまして岸田総理の G7 広島サミットの議長国記者会見を終了いたします。プレスの皆様、事前に決まっていた4問の質問に答え、会見を終えようとしたその時、ありがとうございました。だけでいいので、
げるんですか？記者席からの「逃げるんですか?」という言葉に会見を再開した。軍縮ビジョンについて答えろという質問でありました。それをまさに昨年8月、私は日本の総理大臣として初めて自らが示したビジョンについておよそ4分間にわたって説明した。こうした考え方に基づいてぜひ努力を続けていきたい、このように思っております。それでは以上をもちまして総理の議長国記者会見を終了いたします。ありがとうございました。Thank you. Hi, how are you? Good morning. Good to see you. Hello. 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 Are you busy? ドイツ公共放送テベセン記者。Yes, it's the first time for me in Hiroshima and the first time to visit this museum. And I'm very curious because I heard so many things about the museum. 帰国直前、時間は限られていたが、首脳たちが踏み入ることのなかった本館にも足を運んだ。And if the leaders didn't have a chance to do that, I think that's sad because they are the ones making the big decisions that might have an impact on people's lives with regards to peace and war. And so I think they should know what it is like and they should learn from those people who suffered through it. And I think it would have been a much better experience for them. 私の携帯電話を鳴りっぱなしだから鳴らないようにさせてください。はい。面会直後からメディアからの質問に答え続けた小倉さん。鳴りやまない連絡にたまらず会見を開いた。そして黄色いパスを入れます。私ね、もう本当に何を言っていいか重圧で不安でね、5分間に言えないもの、被爆者の皆さんの気持ちを多くの皆さんの代表というよりも言えない思いをなんとか伝えたいということです。そして会見は1時間半続いた。どんなものかというのをはい、どのような反応だったか、はい、この辺差し支えない範囲で結構なので、はい、いただけますでしょうか。しかも貿易を2倍にするという感じですが、小倉さん、今回のサミットはズバリ成功したというふうに感じていらっしゃいます。成功か成功でないかは言えません。わからないもん。ただ私として広島の思いを背負った小倉さんが感じたのは理想への希望ではなく現実だった。何が変わるんだろうと G7 前にどうしたらいいんだろうというふうにおっしゃられてたと思うんですけど、はい、そう思いました、はい、気持ちって変わりました？変わりました。どう変わりました？何でも呪いな、政府がやってることは呪いな、ね、何でも後手後手と思ったけどそうじゃないと、いかに難しいか、そのために頑張ったか、いかにみんなものをお互いが知らないかっていうのは感じました。やっぱりそれは伝わったというか話されて分かったことなんですか？私は伝わったかどうかわからない。受け取ったのは向こうだから。でも私は伝わることを願って言ったわけです。彼らに伝わったかどうかは彼らが知ってること。はい。核廃絶への道筋を描けていない事実を背負うのは被爆者ではない。78年かけてようやくたどり着いた核を持つ為政者への直談判。二度とないかもしれないその場で日本は一体誰を守ったのか。皆さ
こんにちは。交通行中の皆さん、こんにちは。G7 だけで世界の核兵器廃絶は不可能です。これからもあらゆる機会を捉えて、私たちは地球から核兵器がなくなるまで残り少ない人生ですが、訴えていこうではありませんか。7月からは首脳らが書いた芳名録やバイデン大統領が持参した折り鶴などの公開が始まった。広島サミットは過去の歴史になりつつある。サミットが終わり、新たな事実も明らかになってきた。最終日の会見では原爆資料館のことについて触れることのなかったカナダのトルドー首相。しかし私的な訪問として再び資料館に足を運んでいたことが分かった。じっくり見て回りたい、本人の強い希望があったという。情報公開請求によって県や広島市などが外務省に提案していた広島サミット幻の計画案の存在も明らかになった。提案では資料館の視察に20分、被爆者との対話に30分、資料館の滞在時間は合わせて1時間となるはずだった。メディアによる取材場所も館内2カ所で設定。通常の見学者と同じように東館だけではなく本館まで見てもらうことを想定していた。実現することのなかった首脳らによる本館の視察。78年前のあの日の惨状を伝える展示を抜けた時、首脳たちは眼前に広がる復興後の広島を見て何を感じただろうか。Hello everybody. How nice to see you. My name is Keiko Ogura, and I am one of the Hiroshima atomic bomb survivors. サミットから2ヶ月、資料館には証言を続ける小倉さんの姿があった。I'm so happy to see you. I gave my button to you, with that you need to run, for the future. ね。はい。そうですね。本当にそう。ありがとう。ありがとうございました。どうもありがとうね。5年度第3回平和宣言に関する懇談会を始めさせていただきます。核抑止論を超えた為政者の対応を求めるためにも、広島の心を発信し続けることが重要であると考えております。サミットが広島の名で掲げた核抑止論。それは広島の枷となるのか、それとも核廃絶の契機となるのか。
首脳たちが去ったその場所で原爆資料館は訴え続ける。被爆地は訴え続ける。